はい、こんにちは。発酵調味料教室の早川です。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今日はですね、ちょっと解毒の話をしていこうかなと思っていまして、で解毒の方法っていろいろあるんですけども、デトックスですよね。デトックスの方法っていうのはいろいろあるんですけれども、今日はですねオイルプリングのやり方っていうのをちょっとお話ししていこうと思っていて、こういったですねごま油を使ってやっていくんですけれども、まずオイルプリングって何っていうところなんですが、オイルプリングっていうのは、ガンドゥーシャとも言うんですけれども、アーユルベーダ、インドのですね、インドのアーユルベーダではガンドゥーシャというふうに言っていまして、要はこういった何でもいいんですけど、オイルを植物性のオイルをですね使ってうがいをするというものなんですね。でこのオイルプリングって結構何年か前にかなり流行った時期があったので、知っている方も多いかと思うんですけれども、そのオイルプリングをすることによってその口の中の、解毒とか、きれいにするとか、いろんな効果ももちろんありますし、全身のデトックスにも役立つというところが、ありますので、ちょっとですねそのオイルプリングについて、昔流行ったんだけれども、改めてですね、今回お話をしていこうと思っていまして、で、なんでその解毒っていう話をするのかっていうと、やっぱりこの時期ですね、今の時期いろんなもちろん環境の、毒というかですね、そういった食べ物とかもそうですし、環境汚染とかそういうのもあるんだけれども、やっぱりここ1年ぐらいとかになってくるとあれですよね、これをここにしちゃって2回とかですね3回とかしてしまったよっていう方とか、あとはこれしてないんだけれどもこれをした直後の方とかが結構周りにいたりして、いわゆるシェディングっていうやつですよね。そういったもので被害に遭っているっていう方とかも多いみたいなので、実際にですね私もそうじゃないかなっていう症状があったり、喉がイガイガしたりとか、皮膚症状ですよね。すごく皮膚炎がちょっと今までできたことのないようなレベルの皮膚炎がバーって体中に出てしまったりとか、そういったことがあったりしたので、やっぱりですねまだそういうものがなんていうんですかね、この世の中には蔓延しているのかなっていうところがあるので、少しでもその毒をですね、出すみたいなことをしていきたいと思っている方が多いんじゃないかなと思いますので、今回はですね、その、毒出しの方法をですねやっていこうかなと思います。ということで、いろいろ毒出しの方法ってあるんですけども、まずはこのオイルプリングっていうものがすごくおすすめなのでお話をしていきたいんですけれども、このガンドゥーシャですね、オイルプリングっていうのをやるとですね、そのお口の中だけじゃなくって、全身の解毒が、できるというふうに言われていますので、もちろんその時だけやるっていうのもいいんですけれども、これ毎日毎日続けていくことによってどんどん体が若返っていくというふうにも言われてますので、ぜひですね習慣にしていただくと、いいんじゃないかなと思います。でこういう油をですね口の中に含んでブクブクブクってうがいっていうか、なんていうんですか、クチュクチュするということをするんですけれども、どういう効果があるかって具体的に言うとですね、本当にいろんな効果があるというふうに言われていて、まずはこのクチュクチュ、こうやってやっていくので、ここの筋肉が鍛えられるっていうのがまず一つ、物理的にですね油とかそういうの関係なくそれがあるので、このほうれい線ですよね、このほうれい線とか、
に、ほうれい線を緩和するとか、深くなるのを予防するとか、そういった、効果が期待できます。あとこのほうれい線とかだけじゃなくってこの首の辺のですね、シワとかにも役立つというふうに言われています。なので、全体的にその若返りの効果がまず期待できるっていうところと、あとはお肌にツヤがこう出てくるといったところもあります。で、もちろんですね、その口の中をこう洗浄していくということになりますので、歯とかその歯茎ですね、歯肉っていうのを丈夫に続けていくことによってですね、丈夫にしていってくれるので、虫歯とか歯周病とか歯肉炎とか、そういったものの予防にもなるわけなんですよね。実際にもうすでにこの口内炎とかができているっていう方にもすごくおすすめです。治りが早かったりとかですね、要はその口の中にいる菌とかをこうきれいに洗浄してくれるということになりますので、それを毎日続けていくと、いろんな炎症とかにも効果が期待できます。で、口のこう中もそうなんですけども、それプラスそれが喉にも作用してくるというのがあって、こう喉がイガイガしたりとか、ちょっと乾燥して喉が枯れちゃってるとかですね、そういったことにも、いいというふうに言われています。で、そしてですね、それをこう毎日続けることによって実は免疫力がこう上がっていくという効果もあるわけなんですよね。なので、全体的にですね、免疫力を上げていくっていうのがその病気になりにくい体を作るにあたってですね、重要なわけなんですけども、免疫力が上がって、免疫力が上がることによって外部からの菌とかウイルスとかそういうものに勝つ力が強くなりますので、風邪をひきにくくなったりとか、ウイルスに感染しづらくなったりとか、しても感染しても発症しづらくなったりとか、そういったことが、あります。そしてですね、まだまだいろいろあって、味覚が良くなるという効果もあるというふうに言われてますね。味覚とか、耳とかにもいいっていうふうに言われていて、全体的にその頭の回転とかにも関わってくると。もちろんですね、この辺の筋肉ぐちぐちやって動かすので、それが作用してっていうことももちろんありますし、その油で口の中を洗浄するっていうことによって、その味覚とかですね、そういったものの改善とかにも効果があります。で、さらにですね、その口の辺とかだけじゃなくて、全体的にというか、特にこの顔から上ですね、ここから首から上に効果が期待できるので、この髪の毛ですね、頭皮とか髪の毛にも実は作用してきます。なので、抜け毛が気になる方とか、ハゲてる方とかですね、あとは白髪が多いので気になるっていう方にもですね、おすすめで、それをオイルプリングをやることによってこう毛根が丈夫になってくるという効果もありますので、育毛とか、そういったことにも効果が期待できます。ということで、ここから上ですね、主に非常にいろんないい効果があるというところと、もっと他にもですね、いろいろ言われていて、とにかく体内全身の毒ですね、老廃物みたいなものをここでデトックスできるというふうなことがあるんですね。なので全身もそうですし、もちろんその今言った顔のところ、今言った口の中とか喉とか頭とかだけじゃなくって、例えば副鼻腔炎だったりとか、鼻炎ですね、鼻炎とか、頭痛だったりとか、気管支炎とか喘息的なものとかで、あとはやっぱりその皮膚炎とかにも間接的に効果が期待できるということまでも言われているので、かなりですね、この油でうがいするだけ、クチュクチュするだけでですね、すごくいろんな健康効果、美容効果っていうのが期待できるので、これはやらない手はないといったところでですね、ぜひ毎日やっていただくといいんじゃないかなと思うんですけれども、でそれどうやってやるかのやり方ですね。やり方なんですけれども、まずやる時間帯は一番おすすめなのは朝起きたすぐですね。やっぱりその起床時っていうのはこのお口の中にすごく菌とか雑菌とかがですね溜まっている状態になっていますので、それをちょっと根こそぎ取るみたいな、イメージでですね、
朝がいいですし、あとはですね、空腹時がやっぱりいいです。空腹時に、物を入れるっていうのもそうなんですけども、解毒をする時もやっぱり空腹時っていうのがすごく効率がいいんですよね。やっぱりその解毒力が盛んになる、解毒力がアップする、タイミングっていうのは空腹時になりますので、空腹時の、時、起床時だと空腹時であることが多いので、起床時の空腹時にやるっていうのがおすすめですね。でやっぱりそれ満腹の時とか食べた後とかになってしまうと、やっぱり食べたものを消化していくことに、その体内酵素を使ってですね、消化していくことに体内のエネルギーっていうのが使われてしまうので、どうしてもその解毒にエネルギーが回らないってことがあるんですよね。なんで、常にですね、いろんなものを食べて口にして体内に食べ物を入れている人っていうのは、なかなかですね、それをどんどん消化していくことばっかりに体がエネルギーを使ってしまって、なかなか解毒に回らないということがありますので、なのでですね、食べる時間を結構長く置いた方がいいとかですね、そういった、こともありますし、やっぱりその空腹の時間っていうのをうまく活用していくというのがおすすめです。はい、で、起床時にですね、口の中にいっぱい溜まった雑菌を、根こそぎ除去するという意味でも、朝やるのが、1日2回とかですねやると、ちょうどいいんですけれども、やっぱり1日2回もちょっとやる時間ないよっていう場合はやっぱり朝がいいかなというところがあります。そしてですね、どういう油を使っていくといいかというところなんですけれども、おすすめなのはこれですね。ごま油です。太白ごま油ですね。これはクッキーの男のやつなんですけれども、よくそのオイルプリングをオリーブオイルでやりましょうとか、ココナッツオイルでやりましょうっていうふうに言われている方も結構いるんですけれども、別にいいんですけど、オリーブオイルでやってもいいし、ココナッツオイルでやってもいいんですけども、ただ解毒っていうところに着目した場合ですね、全身をそのオイルプリングをすることによって全身解毒したいよっていう場合はごま油がおすすめなんですね。はい。なんでかっていうとですね、その太白ごま油、この白いごま油ですね、これ普通のごま油よりもこの透明の白いやつですね、太白っていうやつなんですけれども、全身の毒出し効果があるのは実はこのごま油だけなんですよね。でココナッツオイルとかでも口の中の殺菌とかはできる、殺菌効果はあるんですよ、ココナッツオイルっていうのは。なので、それだけだったらココナッツでもいいんですけれども、やっぱりですね、毒出しっていうことを考えるとこれしか全身の毒出しはできないというふうに言われています。この舌からですね吸収されたオイルがですね、この全身に回って全身のデトックス効果を得るということができるのはごま油だけだというふうに言われていますので、やっぱりですね、その今解毒をしたいっていう場合、シェディングとかを受けていて解毒したいよっていう場合はこのごま油でやっていくのがおすすめです。はい。で、最後にちょっと実際にやり方をお見せしようかなと思うんですけども、これだいたい大さじ1ぐらいですね。大さじ1ぐらいを取って口の中に、朝ですね、含んで、それをぐちゅぐちゅぐちゅってこういう感じでやっていくんですけども、そのやっていく時間は20分ぐらいやるといいかと思います。結構もう本当に苦しく本当のアーユルヴェーダのガンドゥーシャになるともうめちゃくちゃもう苦しいってもう限界ってなるまでやるといいっていう教えなんですけれども、そこまでやるとちょっと辛いし、時間もかかるので、できれば20分で、無理だって最初の方は結構しんどいので、5分とか10分とか、自分で大体ですね無理のない範囲でやっていくといいと思うんですけれども、大体20分ぐらい平均やると、効果が期待できてくるんじゃないかなというふうに思います。できる方は30分40分とかですね全然やってもいいんですけれども、だんだん辛くなってきますよね。で長時間やりすぎると
間違えて飲み込んじゃうってこともちょっとあり得るので、それちょっと危険なので、その辺きちんとですね、なんかいろいろこうスマホ見ながらとか読書しながらとかテレビ見ながらとか、ながらうがいができるんですけれども、あんまり気抜いてると飲み込んじゃうので、飲み込むとダメなんですよ。飲み込むと、要はぐちゅ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 やってる間に、ここにこの老廃物が、そのオイルがですね、老廃物を絡み取ってるみたいな状態になるので、そのいっぱい出てきた老廃物飲み込んじゃったら、また毒が体に戻っていってしまうので、飲み込まないようにだけ気をつけてやっていただくということが重要です。そしてですね、ぐちぐちやり終わって、もう終わろうかなってなった場合は、その口の中にある油はですね、排水流しとかに吐き出すのは NG です。それはなんでかっていうと、それが流し台に流れていっちゃってっていうことなので、基本これ油なので、いくら口の中に入れてぐちぐちしていくと乳化していって、なんていうんですかね、このマヨネーズみたいな感じにはなってくるんですけれども、ただ乳化したからといって油は油なので、それは流しに、流しちゃダメっていうことなので、ちゃんとですね、ゴミ箱とか、ティッシュにピッて吐くとかしてゴミ箱にそれは捨てていただいて、でその後口の中は普通に水でゆすいでいただくということをしていただくといいかと思います。で、朝ですね、毎朝このオイルプリングをするのがいいんですけども、それにプラスして舌を磨くっていうのもやっていただくと非常にいいです。舌ってベロですね。ベロの汚れを落とすっていうやつなんですけど、その舌磨きって結構歯磨きと同時にやられる方も多いかもしれないんですけども、もしですね、そのオイルプリングと同時に、舌磨きもやろうっていうんだったら、おすすめなのはそのアーユルヴェーダで使われている舌磨き用のタングスクレーパーってやつがあるんですよ。タングのこのスクレーパーですね。タングスクレーパーでこういう形をしている金属のやつなんですけども、あれがやっぱりすごくよく取れて、いいということなので、もちろん歯ブラシとかでですね、ちょっと軽くとかもやっていいんですけど、そのタングスクレーパーすっごい綺麗に取れるので、それも合わせてやっていただくのがおすすめです。ということで、オイルプリングのですね、効果とか、そういったことをお話ししてきまして、これちょっと最後にですね、実際に実演していこうと思うんですが、その前に、もう少しですね、その解毒っていうところの、他の方法のお話もちょっとしていこうかなと、思ってまして、やっぱりそうですね、これをやっちゃった人もそうだし、それ以外の人もなかなか要はこれの後遺症みたいなので苦しんじゃってるっていう人も結構多いっていうふうに聞きますので、そういう方にもですね、ちょっとぜひ試してみていただきたいなっていうのが、いろいろあってですね、これ結構ネットとかで皆さんいろいろ言われているものだったりするんですけれども、その中でも私が実際に試しているものですね、っていうのを紹介していこうと思ってまして、まずはですね、ラベンダーの精油なんです。これを私は使っているんですけども、こういったですね、余分なものが何も入っていないオーガニックの精油ですね。ラベンダーの精油、オーガニックエッセンシャルオイルですね。トゥルーラベンダーというやつです。こういったものをですね、一つ準備しておいて、少しですね、ハンカチとかに染み込ませておいて、それをカバンの中に入れて持ち歩くとか、あとは寝る時にですね、枕元にちょっと1滴2滴垂らして寝ると、これ睡眠の質の向上にもつながりますし、このラベンダーの精油によってやっぱりそういったちょっとシェリング受けちゃって喉が今日イガイガするっていう場合とかにも少し緩和に役立つということがありますので、香りもねすごいいいんですよ。で寝る時も本当に落ち着いて眠れるような香りなので、まずはこのラベンダーの精油っていうのが一つおすすめのアイテムです。はい、そしてもう一つがこれ定番なんですけども、ビタミン Cですね。ビタミン C はやっぱり
重要です。もちろんその食べ物から取るっていうのが一番いいんですけれども、ビタミン C って絶対に足りないんですよ。マグネシウムもとかそういうのもそうなんですけども、ビタミン C はどんどんこう消費されていく、どんどん尿とかで排泄されていってしまうものなので、常に取らないといけないんですよね。なので例えば1日1食だけにしてますよ、健康のためにとかですねっていう人であっても、その1日1食の時にそのビタミン C いっぱい入っているようなものを取ったとしても、その食べていない時間帯の空腹の時間帯とかにですね、ずっとビタミン C どんどん消費されていってしまうので、やっぱどんどん足りなくなってくるんですよね。なのでビタミン C に関してはこういうサプリメントで補充するってことをしてもいいんじゃないかなと思います。で、特に風邪をひいちゃったっていう時とか、ちょっと風邪ひきかけかもしれないっていう時とか、あとはそのシェリング受けちゃったっていう時とかにはですね、結構このビタミン C をメガ盛りするといいです。実際に本当になんかちょっと体調悪い、なんか寒気がしてきたなっていう時に、葛根糖飲んでもいいんですけども、葛根糖を飲む、プラスこのビタミン C を、例えば普段ちょっと1錠2錠飲んでるよっていうところを5錠6錠とかを飲むっていうことをすると、すぐに回復するっていうのが本当にこれ実感としてあるんですよね。なのでやっぱりビタミン C は、毎日飲まなくてもいいかなとは思うんですけれども、やっぱりちょっと調子悪いなっていう時にガッとメガ盛りして、飲むっていうのがおすすめです。で、これ普通のなんてことのないというかビタミン C なんですけど、何でもいいと思います。そんなにちょっと前はそのリプライセルっていうすごくですね高濃度のものとかを飲んでたりもしたんですけども、それ結構高いので、そうじゃなくてもこういう一般的なですねビタミン C っていうのをですね、なんか何粒も飲むということをしていけばいいんじゃないかなと思います。重要なのはこまめに摂るということですね。はい、そういったところの、サプリメント的なもので、ビタミン C 以外にあと2つちょっとご紹介したいんですけども、ちょっと1つがですね今手元になくって見せれないんですけども、1つが5アラというものですね。5アラって5の、ALA って書いて5アラっていうものなんですけども、その5アラがやっぱり今最近流行っている疫病になんかいろいろ予防効果みたいなのがあるというふうに、言われているというか、そういう研究結果も出ているぐらいで、結構ですねそのシェリングとか、解毒にもいいんじゃないかというふうに界隈ではこう言われていて、5アラって何かっていうと、もともと天然に存在している、アミノ酸なんですよね。でそのアミノ酸なんですけれども、どこにその5アラがいろいろあるかっていうと、食べ物の中でいうと発酵食品に実は多く含まれているんですよね。もちろんその5アラのサプリメントがあるのでそれを取るっていうのがいいんですけど、結構今なんか高くなってたりとか売り切れてたりとかしてるみたいなので、今流行ってる疫病に効くみたいな話があったので、そういう現象が起きてたりするので、サプリでもいいんですけれども、その日本人がですね誇る発酵食品、麹から来るですね発酵食品にたくさん含まれているということがあるので、せっかくなのでですね、そういった発酵食品を取って5アラを摂取していくといいんじゃないかなと思っておりまして、で発酵食品の中でも何が一番いいかっていうと、一番いいのは甘酒ですよね。やっぱり甘酒には他のいろんないい効果もありますし、5アラも含まれていますので、まず一つ目が甘酒です。これ手作りのものに限ってです。そして2つ目が日本酒ですね。甘酒も日本酒も同じようなものなんですけれども、普通にお酒として日本酒を飲むっていうだけでもその5アラが摂取できるわけなんですよ。なので日本酒好きとかお酒好きな人にはすごく嬉しい情報ですよね。なので日本酒、お酒を飲むなら日本酒にするとか、あとワインにも結構たくさん入っているのでワインも OK です。なので、この日本酒とかワインとか、甘酒ですね、そういったものを取って、5アラを摂取していくと、いいなというところがあります。
でファイブアラはもともとその天然のアミノ酸であって、もちろんその今の疫病にどうのこうの効くとか予防できるとか、そういうこと以外にももちろん根本的に人間の体にとって健康効果とか美容効果がすごく期待できるものなので、すごくおすすめなんですけれども、アンチエイジングに効果があったりとか、こう新陳代謝が上がるというのが、要はミトコンドリアが活性するとか、そういったところがいろいろあるんですけれども、糖尿病の予防とかね、生活習慣病の予防になったりとか、そういったことも期待できますので、その5アラというものをですね、発酵食品、もしくはサプリメントから取っていくというのも解毒におすすめです。そしてですね、もう一つがですね、今度はこちらですね、この NAC っていう、これサプリメントなんですけれども、これも非常にそのデトックス解毒におすすめなんですね。でこれ何かっていうとですね、この NAC っていうのは、N アセチル L システインですね、ここに書いてありますけども、というものなんですけども、これはですね、何かっていうとシステインっていう、これもアミノ酸の一種なんですね。でその N アセチル L システインというアミノ酸を摂取することによって体内でグルタチオンっていう成分が、作られるというか、グルタチオンの もともとその体内にグルタチオンっていうものがあるんですけど、そのグルタチオンの濃度が高まるというふうに言われています。この NAC を飲むとですね。でそのグルタチオンってじゃあ何かっていうと、グルタチオンっていうのは、グルタミン酸とシステインとグリシンっていうですね、3つのアミノ酸が、連なったもの、ペプチドなんですね。要はそういう、3つのアミノ酸が結合した化合物というものが、グルタミン酸、じゃなくグルタチオンなんですけれども、でそのグルタチオンがですね、やっぱりその人間の体にとって美容効果、健康効果も非常に多く期待できるものなんですよね。一番何かというと、やっぱり抗酸化作用が強いということがありまして、抗酸化作用って、要は酸化を防ぐ力がある活性酸素を抑制するとか、そういったところですね。やっぱりストレスとか過度な運動だったりとか、お酒を飲むとかタバコを吸うとか、あとは紫外線を浴びるとか、そういったものです。で、いろんな日常生活の行動の中で人間っていうのはもう活性酸素がどんどん増えちゃってるという状況があるんですけども、その活性酸素のダメージからですね、この細胞を守ってくれるという働きがあるのが、グルタチオンなんですね。で、グルタチオンっていうサプリメントもあるんですけれども、これちょっといろいろ人によって言うことが違うので、どっちが正しいかわからないんですけども、そのグルタチオン自体のサプリメントを飲むのがいいっていう方もいれば、グルタチオンを取るんじゃなくって、この NAC を取ることによって体内にもともとあるグルタチオン濃度を増やす方がいいって言われる方もいるんですね。ドクターとか、そういった研究をされている方なんですけども、なのでどっちでもいいかなというふうに思います。両方飲んでもいいかなっていう感じなんですけども、私は今はこの NAC というのを飲んで、体内のグルタチオン濃度を上げていこうかなというふうに思って飲んでおります。でグルタチオンはですね、いろんな新陳代謝の効果とかもあるんですけども、特にですね肝臓にいいというふうに言われていて、肝臓の異物、解毒作用をですね、良くしてくれるみたいな、ものなので、肝臓があまり良くない人とかにもすごくおすすめです。肝機能障害がある方とかですね、そういった方もおすすめです。なので、そのグルタチオン、NSC、こういったものを飲むことによって、基本的にその美白効果があったりとか、生活習慣病の予防だったりとか、そういった効果がありますし、あとは本当にその、シェディングですよね。そういったものからそのスパイクタンパクから守るというか、それを排出してくれると、そういったところにも役立つと言われていますので、そういった解毒にですね、ぜひ、こういったものもおすすめということになります。
であとはですね、そのなんか松葉茶がいいとかタンポポ茶がいいとかっていうふうに言われていたりしますけれども、私はですね基本的にお茶は緑茶を飲んでいます。やっぱり緑茶は解毒っていうところはちょっとどうかわからないんですけれども、殺菌効果があるので、そういった意味でもこの口から入ってくるその菌とかウイルスに対して、口のところでちょっとシャットアウトできるっていう効果もありますので、緑茶っていうのもおすすめじゃないかなというふうに思います。はい、ということでですね、いろいろ解毒方法をご説明してきたんですけども、で最後にですね、この太白ごま油を使ってオイルプリングをしていきたいと思います。で油ならもちろん何でもいいっていうわけじゃなくって、やっぱりですね、ちゃんとしたものが良くてですね、この久喜さんの、太白ごま油は、やっぱりこの油を選ぶ際はこの製法が重要になってきますので、この低温圧搾法ってやつですね、これ見えますかね、低温圧搾法で、絞られた、ごま油っていうのがおすすめです。でこの太白だと全然その独特のごま油の香りとかがしないですし、その香りがしないっていうだけでもうがいはしやすいんじゃないかなというふうに思います。はい、じゃあ早速ですねやっていきたいと思うんですけど、でも今日これこれをこう大さじですね、これに取って口に含んでぐちゅぐちゅってやっていくんですけれども、もうそのぐちゅぐちゅってやりだして20分ぐらいずっとぐちゅぐちゅやってるので、そのまま今日はですねちょっとフェードアウトしていこうかなと思いますので、今日もご視聴いただきましてありがとうございました。じゃあ今からオイルプリングをやっていきたいと思います。はい、じゃあですね、これを大さじ1ぐらい取ります。よいしょ、こんな感じで取って、よいしょ、でこれを一気に口に入れます。